こんにちは。お元気ですか？今回は毎月恒例の一人暮らしの1ヶ月の生活費の紹介になります。先月5月の生活費の紹介となります。で、いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費で何にどれくらい使ってるのかっていうのを、円グラフでパーセンテージで出してますので、よろしければ、参考にしてみてください。はい。では5月の生活費いってみますね。まずは固定費から。まず家賃42,284円、1K のアパートですかね。地方に住んでまして、25.6 平米プラスロフトが 7.5 畳、結構広めのロフトがついてますので、一人暮らしとしてはね、ちょうどいいくらいの広さかなっていう感じでございます。はい。続きまして電気代、3000飛び53円。電気代は今の時期が一番安いぐらいですね。先月も安かったけど、先月よりさらに472円下がってきました。はい。なんだ、この後夏になってきたらね、冷房を使うので、そしたらまたぐんと電気代上がると思います。今はね、ちょうどエアコン使ってない時期なんでね、もうやっぱね、電気代っていうのはエアコンに金額が左右されるなっていう感じですね。だから冬と夏が高いっていう感じです。では続きましてガス代5,999円。ガス代もね、やっぱり今の時期とかねが低いかな。いや違うな、ガス代は夏が一番低いかな。そんな感じで、ただねガス代もね、先月より1685円安くなってますね。やっぱりこうあったかくなってくるとね、ガスを使う機会が減ってくるというかね、そんな減ってないかな。でもたまに食器洗う時、水で洗う日がちょこちょこ出てきました。暖かくなってもね、お湯の方がこう落ちやすい感じがするんで、汚れとかがね。なのでお湯で洗ってたりするんですけど、暑いな今日はっていう日はやっぱね水で洗っちゃったりとかするんで、そういうのがちょこちょこ出てきたかなと。あとは単純にね、シャワーとか使ってても、真冬の冷たい水からその温度にするよりもね、今の全体的に気温が高くなって、もともとの水の水温が上がってるので、そのシャワーの温度にするのにそんなにこうガス代を使わなくて済んでるっていう感じなんでしょうね。そんな感じで、ガス代が6000を切ったっていう感じですね、今回は。で続きまして水道料金3435円。水道料金は2ヶ月に1回支払いがあるんですけれども、ここに載せてる金額はね、一応1ヶ月換算として、この前払った分がですね、2ヶ月分で6870円だったので、その半額っていうのを1ヶ月分としてここに載せてます。水道料金はね、なんかここ1年ぐらいなぜかちょっと高くなった気がするんですけど、ここ最近はね、この3300円から3500円とか600円くらいが多いかなっていう感じですね。はい。で続きまして携帯電話ですね。楽天モバイルを使ってます。携帯はね、楽天モバイルの結構一番安いプランなのかな。3ギガまでだったら1080円とかいうプランなんですけども、いつもはね、その最低料金1080円を死守してるんですけれども、死守してるっていうかね、普通に生活してたら家で Wi-Fi つないでるんで、外にそもそも出てないんでね、外で携帯使うこと自体がほぼ皆無くらいな感じなんで、絶対1080円とかのはずなんですけども、なんですかね、一瞬 Wi-Fi につながってない時があったりしたんですかね。今回はね最低料金じゃなくて、ちょっとね高くなっちゃいましたね。はい、で続きまして Wi-Fi が、
5368円、ソフトバンクエアーを使ってますね。はい、こんな感じでございます。固定費の方はね。で固定費の合計が61,649円。こんな感じかなっていう感じで、特に感想はないかなっていう感じ。ただ気温がね暖かくなってきたので、電気代とガス代が低くなってきたなっていう感じです。先月に比べて水道光熱費ねがいくらだ、2157円安くなったのかっていう感じですね。はい、では以上が固定費で、続きまして変動費いきますね。まず食材費、23,000飛び58円ですね。これは自炊をする上での食材の費用っていうことで、お菓子代とか、あと外で何か外食したとか、そういうのは入れてないです。あくまで自炊をするための食材費っていう感じですね。23,058円、ここ数ヶ月ね余裕で2万超えてきちゃう感じになったんですよね。今まではね2万結構なんだかんだで超えてなくて、2万いったら今回は高かったなっていう感じだったのに、やっぱね全体的にこの食料品も物価が値上がりしてるからなんだろうなと。一番顕著に値上がりしてるのが米ですからね。米代で普通にいくらぐらいだろうな、2,000円ぐらいは多く払ってるんじゃないかな。その米がねいきなり高くなる時に比べて2,3,000円ぐらい米だけで高くなっちゃったかもしれないですね。そんな感じですね。これはしょうがないんでね、私は米は食べないわけにはいかないので、人によってはねお米があまりにも高くなったので、米の代わりの炭水化物にねパンとかうどん系に切り替えたっていう方も、本当にいるのか分かんないんですけど、ネットとかでそういう YouTube の動画でねそういうのを見たりとかして、いや本当かなとかね、パンとかがねでっかい食パンとかがめっちゃ売れてるとかいうねニュースとかをちらっと見たりとかしましたね。私はご飯派で、小麦粉をねグルテンとかも極力嗜好品として取ってる感じなので、あんまり取りすぎないように気をつけてるんでね、今日はラーメン食べたいとか、今日はパンが食べたいっていう時はね全然我慢とかはしてないんですけども、基本的にはお食事っていうのはね米を食うようにはしてますね。はい、では続きましてお菓子代が3,194円。今回もねそこそこ高くなっちゃったなって感じですね。お菓子代はねなるべく3,000円以内に収めるっていう風には本当はしたいんですよね。お金の問題じゃなくてね、そんなにお菓子食べちゃったらちょっとなーっていうのがあって、だからできたらね3,000円以内には収めたかったっていう感じですね。でも一応ちょっとした言い訳なんですけど、このお菓子代3,194円のうちだいたい400円くらいはね炭酸水が入ってました。炭酸水って全然味がついてない甘さとかも何にも入ってない、本当に水に炭酸になっただけの炭酸水ね。なので、その部分はね特にお菓子ってわけじゃないので、それは OK っていう感じですね。お菓子代もね先月4,202円とかいうね金額だったので、それに比べたら全然マシかなっていう感じですね。ただねできたら3,000円以内に収めるくらいがベストかなっていうふうに思っております。はい、続きまして生活用品5,105円。普通だなっていう感じですね。生活用品はその月によってね結構値段の差がありますけども、結構生活用品ってストックして買ったりするじゃないですか。でも5,000円ぐらいが結構平均的なんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、では続きまして、その下4項目ほど0000ってなってますね。医療健康ゼロ、外食カフェゼロ、交際費交通費ゼロ、娯楽レジャーゼロということで、引きこもり生活をしているため、この辺の金額がね、節約してなくても普通に生きてたらゼロになってしまうっていうのがね、私のデフォルトでございます。まあね、ここ外食月に1回ぐらいは出かけるようにしようと思ってるんですけど、行こうと思ってるうちに 1ヶ月が経っちゃうっていう感じですね。まあね、今月は出かけようかなって思います。本当はね、本当は5月中に1回自分が住んでるエリアのそこそこ近い観光スポット的なところにね行こうって決めてたんですよ。私こっちに引っ越してきて早4年数ヶ月経ってるんですけども、ずっと引きこもってたせいで近くのいわゆる観光地的な部分とかもね行ったことなかったし、もうねちょっとずつお外に出るっていうね習慣を少しずつこうつけていこうと、そうやってちょっとずつ元に戻っていこうっていう気持ちがあるので、気乗りがあんましなくても行こうと思ってたんですね。で生理が終わった後行こうと思ってたんですよ。やっぱ生理の時ってなんとなく体だるいし、場合によっては結構体の調子悪い時とかもあるので、生理終わったら行こうって思ってたんですけど、私もね48歳でございますので、生理の感覚がたまに空いちゃったりとかするんですよね。もう更年期世代ということで、なので生理がね来なかったんですよね。遅れてきたんですけども、なので結局行くタイミング逃しちゃって、5月中の、中旬下旬ぐらいに行こうと思ってたんですけど、そう生理が来なくてタイミング逃して行ってないと。でそんなこと言ってる間にそのうち梅雨が始まっちゃうから、またちょっとタイミング逃しちゃうかもななんていうふうに思ってます。観光地じゃなくてもね、梅雨になっても雨の中でもちょこちょこっと出かけられるようなね、近場でもいいので、本当に近所でもいいので、6月中今月中はねカフェで一回お茶するとかでもいいから、外に出かけてそういう活動をしたいなっていうふうには思ってます。はい。で続きまして美容衣類ですね。これね数ヶ月ぶりにここに金額入りましたね。5368円。これは何回か前の動画でも言いましたけども、島村ですね。ファッションセンター島村に行ったんですね。出かけたついでだったんですけどね、健康診断の結果を取りに行かなきゃと思ってて、半年くらい放置しちゃってたんですけど、もういよいよ行かなきゃと思ってね、病院に健康診断の結果取りに行ったんですけども、そこまで出かけたついでにね、結構近くに島村があったんで、ついでにお買い物をしてきました。でね、春になったらね、今まで履いてたズボンがね、ピッチピチのキッツキツになってたっていうのもあって、ブカッとしたね、ゆるゆるのね、ズボンを2着買ってきてね。あとね、このパンツですね。パンツっていうか、ショーツですね。下着ですね。島村で売ってる、いわゆる、3個セットでいくらとか売ってるじゃないですか。島村とか、あとユニクロとかにも売ってますけれども、そういうのをちょっと1個買ってきました。3個でね、いくらだ ?1400 円くらいかな。あれなんかこういうのって昔1000円くらいで売ってなかったっけ。この辺もやっぱちょっと値上がりしてんのかな、全体的にね。物価がね。やっぱ全体的にインフレは起こってるんでしょうね。そんな感じでね、島村でね、3つで1400円ぐらいのパンツを買ってきて、パンツってショーツの方ね、このショーツっていうのも消耗品なんでね、やっぱ定期的にやっぱ買わないとと思って
で買う時ね普通のっていうか普通のデザイン、普通の股上っていうんだっけ、お腹の上まで来るやつとかが股上か、普通のやつを買ったつもりだったんだけど、家に帰ってきて出してたら結構股上深いタイプのを間違って買ってたらしくて、つまりこうお腹の上の方まできっちりこう履けるやつ。そしたらね、やっぱね履き心地がいいですよね。やっぱこうなんていうか、下着としてはね、衣類下着としてはね、やっぱこう少し股上がこう深い方が高い方が多分性能としてはいいんじゃないかなっていうふうに思いました。お腹も冷えにくいしね。でもやっぱデザイン的にはね、股上がこう深いとなんかちょっとこうもっさりした印象というかね、そういうのがあって、なかなか股上深いのって今まで買わなかったんですけど、久々にそういうの買って履いてみて、やっぱいいなっていうのを再認識したんですよね。それで思ったんですけども、こうなんだっけ、下着メーカーのちょっとおしゃれ下着とかもね、こういう股上がこう深い高いやつ、お腹の上の方までしっかりくるデザインでおしゃれなやつとかって考えられてもいいんじゃないかなって思ったりとかしたんですよね。でやっぱりこうスタイルがちょっとね、こうなんか本当にスタイルよく、すごいスタイルがいいモデルさんみたいな人じゃないと、ちょっとそういうのを履いた時なんかちょっと太って見えるとかもっさり見えるとか、多分そういうのあると思うんですけども、でもね思ったんですよね。この模様のデザインとか、その上の部分だけにそのちょっとこうなんていうのかな、こう色とか、あとそのレースの部分の色とかね、そういうのを騙し絵みたいな感じでそのいい感じでデザインと模様とかカットとかを考えれば、そういう股上が深いお腹まですっぽりきっちり履けるやつでも可愛いデザインとかおしゃれなやつってね、作れるんじゃないかなって思ったりとかしたんですよね。だからこの下着メーカーさんとかもね、このお腹まで来るけれどもすごいぴったりフィット感も良くてすごいいいんだけれども、履き心地性能もいいっていうのをね作ってくれたらね嬉しいなって思ったりとかしましたね。で結構このショーツとかってさ、この足ぐりの部分とウエスト周りの部分とかって、このいわゆるゴムがついてる部分ってちょっとそこがこうちょっと肉がねちょっと軽く段差みたいになっちゃったりとかする場合もあるじゃないですか。サイズ的な問題もあるのかもしれないけど、段差になってたらちょっとサイズ間違ってるかもしれないですけど、で結構そのウエスト部分のゴムがレースとかになってるとすごくフィット感が良かったりとかするし、段差とかにもなりにくいんですよね、足ぐりとか。だからなんかそういう意味でも結構いろんなデザインの可能性、私が勝手にこういろいろ頭の中で考えても別に私下着メーカーの人じゃないからしょうがないんだけど、ちょっといろいろねパンツについてね、下着の方のパンツについてね、こういうデザインだったらこの若い子向きの可愛いやつとかでもちょっとこうもっさりせずに股上深めでも結構おしゃれなの作れるんじゃないかなっていうふうに妄想したっていう話でした。はい、いいや、そんな感じで変動費は以上ですね。ということで変動費が4万飛び135円、久々に美容衣類っていうところにお金使ったぞ、やったっていう気分でございます。はい、では続きまして社会保険料ですね。社会保険料、まず国民年金ですね。これ全額免除の申請をしているので0円でございます。ちょっとね効能っていうのをそろそろ考え始めてますもうそのうちしたいなって思ってます。でまたね定期的に毎月払うようにしようかなっていうふうにそろそろちょっと考え出したりはしてますね。はい。
で続きまして、国民健康保険ですね。まだ今年に入ってからの今期分の連絡が来てないので、来てないからまだ払ってないってことで、ここも0円というかなので、今回もなしっていう感じですね。なので今回社会保険料は0円でございました。はい。で最後に今回特別出費がございました。ですね、特別出費はこういうパソコン機器というかね、そういう感じですね。USB ケーブル、このタイプ C のやつで、そのデータの移送もできるタイプの持ってなかったんで、充電もできるし、データ移送もできるタイプっていうことでね、 USB ケーブルタイプ C の短めのやつを2本買ったのが700円くらいで、あともう一つマイクですね。ちょっとこういうふうに私が YouTube 関係で喋る時のちょっとマイクが欲しいなと思って、コードがないやつ買ったんですけど、ちょっと一回使ってみたらね、あんま良くなかったんで、これはねちょっとお蔵入りになっちゃうかも、無駄な出費になっちゃったかなっていう感じです。やっぱりね、コード入りコード線無線有線のやつ本当は欲しかったんですけど、ちょうど良さそうなのがなかったんで、結局無線の方にしちゃったんですけど、それがやっぱ失敗だったかなっていう感じで、勉強になりました。ある程度お高いやつしかなくても有線のやつ、今度機会があったらね、有線のを買おうかなって思ってます。であとは昇降デスクですね。これは前の動画でも買ったよっていう動画出しましたけれども、ここ最近ちょっと腰痛と肩こりっていうより肩痛ですね。とにかく結構やばくなっちゃったんで、もうこれはやばいっていう感じで、もう思いつく全ての改善策を考えようっていうことで、もうこの昇降デスク、お金がかかるとか、家のスペースがとか、外から見えちゃうとか、もうそういうのをもう取っ払って買いましたで家でねなんか作業してる時っていうか、ほぼ家で作業してるんで、座ってる時間をねちょこちょこ立ったり座ったりっていうのを繰り返したりするようになったので、いいんじゃないかなって思ってますね。ヨガとかも腰痛改善系のヨガとかも同時期に夜やり始めたんで、ちょっとずつは良くなってきてるかなっていう感じだったんですけど、かなりひどい状態だったんで、もう2週間くらいやったんですけど、まだ全然治ったとかそういうレベルにはいってないんですけど、2週間前に比べたらちょっとは良くなったかなくらいになってますね。こういうのは長期戦なんでね、1ヶ月経ったら結構良くなったな、2ヶ月経ったらよし治ったぞくらいなイメージでやっております。ということで特別出費が 18,237 円でございました。でこれが先月5月の生活費の全部ですね。なので総合計は、12万飛び21円でございました。はい。今回はねちょこっと高かったなと。だいたいいつも10万前後なんですけれども、特別出費がね1万8,000くらいあったので、そんな感じかなっていう感じですね。でも社会保険料が0円だったので、でもあれか、国民健康保険いつも2,000ちょっとぐらいしかどっちにしろ払ってなかったからあんま関係ないか。そんな感じでございました。今回の全体的な感想、1個言い忘れてたわ。私1個抜かしてら、コーヒー豆言うの忘れてた変動費でコーヒー豆言うの忘れてました。飛ばしてました。コーヒー豆ね、コーヒー豆今回3,400等円ですね。かかりましたかかりましたっていうか、コーヒー豆ねだいたい2ヶ月から2ヶ月半に1回ぐらいのペースで買ってたんですけど、先月も買って今月も買っ
ってっていう感じでね、ちょっとねここ最近コーヒー飲むペースが結構多かったんですよ。やっぱりね腰痛とか肩痛ですね、それが結構ストレスになってて、なんかねちょっとそれを紛らわすために結構毎日、週に5日ぐらいは飲んでたかな。今まではね週2ぐらいにとどめてたんですよ。多くても週3くらい。でもここ最近は週 5？ いやもっとかな、週6くらいは飲んでたかもしれない。なのでねちょっとコーヒー豆を買うペースが早くなってしまいました。そうだからね、こういう理由でコーヒーの豆とかをねコーヒーを飲んじゃうっていうのは本来良くないんですけどね、疲労が溜まった時のドーピングで飲むとかね、肩が痛い腰が痛いっていうのを紛らわすために飲むっていうのも、本来は良くないなっていう感じなんでね、その原因である肩の痛さ腰の痛さっていうのをね今ちょっとずつ改善してますので、それまではねしょうがないかなっていう感じですね。それで言ったらねお菓子代とかがこうやって増えちゃうっていうのもね自然なことって言ったらあれなんですけども、やっぱね体調悪いと私結構お菓子食べちゃう時あるんですよ。なんとなく腰が痛いとか肩があれだとかね、体調が全体的にモヤモヤっとすると思うとね、なんか気を紛らわすために甘いもの食べたくなったりとかね、そういうのがあったりとかするんで、自然にお菓子代とかが増えちゃってるのもちょっと体調の悪さなのかもしれないな、バロメーターなのかもしれないなっていうのは思いますね。なので単純にねこのお菓子食べるのを我慢しようとかねいうのじゃなくて、全体的なこの体調を良くしようとかね、なんで私最近こんなにお菓子やたらと食べちゃってるんだろうっていう根本的な原因を考えるっていうのはね大事かもしれないですね。いろいろ仕事とか日常生活ですごくストレスが最近あったからとかね、そういうのもこういうお菓子とかね、あとはお酒とかね、そういうの量とかに関わってきている場合とかもあるので、こういうふうにね私の場合生活費で出してるので、そういう場合この金額でね顕著にこの数字で現れるのでね、ある意味分かりやすいかなっていう気はしてますね。ということで健康第一でいきたいなっていうふうに思います。ということで今月の感想はなんかコーヒー豆2ヶ月連続で買ったなっていうこととかですかね。で来月こそは外食カフェに金額のところが入るようにしたいなと、来月というかね今月なんですけどもねっていうふうに思っております。ということで以上生活費でございました。そうだ以上とか言ってたけどあれだわあれ忘れてたわ。円グラフ1ヶ月の生活費の円グラフは円グラフはこんな感じですね。はい。だいたいいつもね家賃が 48% とかなんですけども、今回はね昇降デスク買ったからそこの割合が大きいですね。あとね食費も最近ちょっと割合がね高くなってきたなっていう感じですね。ただ全体的に上がってるから意外とこの円グラフのあれはそんなには変わってないのかもしれない。いや待てよ、家賃はね変わってなくて食費とかそういうのが高くなってるから、やっぱり家賃の割合はもしかしたら前よりも少なくなってきて、他の部分食費とかね生活用品とかね、あと水道光熱費とかもねインフレ傾向で上がってきてるってことでねそうなってるかもしれないですね。はい、ということで今度こそ以上で生活費でございました。最近ね外にスーパーに行ったりとかコンビニに行ったりとかするときねいつも下のズボンだけね履き替えて出かけていってるんですけども、先月ねさっきの生活費でも言ったように島村でねズボンを
2つ買ったんですよね。でこうすごいこうなんていうのこうブカブカとしてるズボンを2つ買ったんですけども、でウエスト部分もゴムだったりするようなやつなんですよ。すっごく快適なんですよね。もうね本当にね、それを買うまでは春になって数ヶ月ぶりに履いたズボンがすごいきつくなってたりとかピチピチになってたりとか、あともともとブカッと履いてたやつがジャストサイズになってたりとか、なんかそれでねこう履き替えるたびにこう外に出る時ズボン履き替えるから履き替えるたびにねなんか嫌な気分になってたんですよね。うわとか思って、これなんできつくなってるんとか、あとこう鏡でパッと見た時のシルエットがねなんかねいわゆる昔で言うスパッツかよみたいなね、黒のパンツとかねスパッツかよって思うような感じで、ちょっと待ってとか思って、ちょっと長めの T シャツとかじゃないとこんなピッチピチのやつ恥ずかしくって履いてけねえわとか思って、だからね一回履いたズボンをまた脱いで違うやつに履き替えたりとかしてたんですよ。で、人によってはねこういうちょっとこうピチピチになったきつくなったっていうズボンを履き続けることによってモチベーションにして体型を元に戻すとかね、そういう方もいるかとは思うんですけども、なんかね私それで逆にモチベーションが下がっちゃうタイプなんですよね。なんていうかこうなんですかね、逆にそれを忘れてた方が頑張れるタイプちょっと意味が分かんないと思うんですけど、つまり今回ブカブカのズボン履いたじゃないですか、買ったじゃないですか。でそのズボンがすごいデザイン的に超ブッカブカなんで全然体型が太ってようが太ってまいが全然体型拾わないんですよ。だから履いてる分にもこうゆるゆるっとしてて締め付け感もないからすんごい楽だし心地いいし、こう履いた時のシルエットとかも、そもそもシルエットが出ないぐらいブカブカなデザインなんで、もうねT シャツがちょっと短めのやつとかでもね全然体型拾わないからね、すんごいストレスフリーなんですよね。だから何にもこう気にせずにこうルンルンってこうスーパーとかに出かけられていやーこれ本当に買ってよかったなとか思って、2200円くらいと1800円くらいのズボン、だから両方2000円前後のズボンなんですけども、もう1万円ぐらいの価値あるわとか思いながら結構ご機嫌でそれを履いてるんですね。でなんかそうすると、自分のね体型がこうなんて言うんだろう戻すきっかけにならないというかね、こう自分を甘やかしてるというかね、忘れようとしてるというかね、それでこうダメじゃんっていう考えな人も結構いるとは思うんですけども、私はねそこでストレスがなくなった方がある時ちょっと少しだけサイズ戻そうかなっていうやる気がふと出てきたりとかするタイプなんですよ。ストレスがあるとダメなんですよ。お菓子とかも食っちゃダメとか言われることはないですけど、自分でそういうふうにこなんかこうねそうしちゃうとやっぱり最近日本語がマジで出てこないんですけど、日本語というか言葉がなんかそうするとなんかやる気が出ないんですよ。なんかこうネガティブな気分になっちゃうんですよ。なんなんだよ最近のこの腹の出っ張りはよとか、このズボン履いた時のこのシルエット、昔これブッカブカだったのになんで今こんなにジャストサイズでさ、ケツの形とかもこんなしっかり出てて、こういうズボンじゃねえんだよとか思いながらすっごい嫌な気分になるんですよね。そのネガティブになったこの負の感情が結局こう自分にストレスを与えてると思うんですよ。そうすると結局そのストレスがちょっとやけ食いってことじゃないんですけど、なんかこう食べることによって
気を紛らわしたいとかね、甘いもの食ってちょっとこうねこうリラックスしたいとかね、そういう方向に働くと思うんですよね。だから結局私は自分を甘やかしてて、今自分がちょっと太ったとかサイズが最近おかしいとか、年齢とともにちょっとバームクーヘン現象みたいにこう全体的にこう太ってきたとかね、そういう自分を直視するよりも、まあでもこういうズボン履けば分かんないし、しかも楽ちんだしこのデザインも可愛いよねぐらいに思ってると、逆にある時なんかしないけどやる気が出たりすることもあるというか、まあ出ない時もあるんですけどね。どっちにしろ自分に厳しくするとこうやる気が出ないタイプなんですっていうお話ですね。はい、まあそんな感じ。まあでもね、なんだろう、私何を話したかったんだっけ今。とにかくこの2本のズボンがね、すごいこう私の日常のストレスをねだいぶ緩和してくれたというかね、ありがたいなっていうふうに思ったりとかしましたね。ちょっとねなんかね、なんだろう、その先の何かが喋りたかったような気がしたんだけど、ちょっと忘れちゃったんでちょっとこの辺にしときたいと思います。ということで、それではまた。